おや、もう一度。あれ、アップデートできません。これは、もしかして。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。皆さんはタブレット使ってますか？ Apple ユーザーは iPad や iPad mini を使っているよという方が多いかもしれません。スマホとは別にゲームや動画、電子書籍を読むにはタブレットが便利ですよね。画面サイズも様々ありますが、普段持ち歩くなら8インチが最適ではないかなと個人的には思っています。私は Android ユーザーなので、タブレットも Android を使っています。いわゆるドロタブというやつですね。ブラックビュータブ18という製品で12インチのモデルです。以前公開したゲームコントローラの動画でちらっと登場したあれですね。購入は2024年頃で、当時は SoC にヘリオ G99 を搭載したタブレットはあまりなかったのですが、最近の格安タブレットではヘリオ G99 搭載モデルが増えてきました。ヘリオ G99 が人気だったのでしょうかね。当時はそこそこ動くし、軽いゲームくらいなら問題なかったのですが、最近処理落ちが気になるようになってきました。そこでミドルレンジの Android タブレットで8インチのものが欲しいなと思い、いろいろ調べてみた結果、これにたどり着きました。レノボレギオン Y700 です。こちらは最新モデルのジェネレーション4ですが、一つ前のモデルなら安く手に入りそうだなと予想しています。レギオン Y700 は 8.8 インチの画面でゲーミング用途をターゲットとしているため、小型ながらハイエンドに迫る SoC と高リフレッシュレートディスプレイを搭載しています。ざっくり言うと、ゲームが快適にできるように性能が高く、画面が滑らかでヌルヌルってことですね。このタブレット、日本でも販売されていますが、 Amazon だと RAM12GB モデルが約7万円くらいと結構いいお値段するんです。某海外 EC サイトだと中国語版4万円前後とかなり安いです。セールだとさらに安くなりそうですが、この価格差は何でしょう。なんか怖いですよね。そんな中、中国語版ではなくグローバル版を見つけました。 RAM16GB モデルでも4万円台、いくらなんでも安すぎます。 Amazon ではレギオンより性能の低いタブレットでオールドキューブ iPlay70ミニウルトラという製品がありますが、それより安いです。 iPhone15 より iPhone16 の方が安いみたいなバグが起きてます。こうなってくると、何やら裏があるのではと勘ぐってしまうレベルです。中古か？いや、そもそも正規品ではない可能性もありますね。さらに海外サイトの場合だと、何か不具合があってもその後販売店とのやり取りやサポートを受けるのが大変になりがちです。私はそのリスクを受け入れて購入してみました。では、どんなものが届いたのか開けてみましょう。全体が緩衝材に包まれていますね。なぜか最初に出てきたのは電源の変換プラグですね。きっとこれがないと充電器が使えないのでしょう。箱はへこみも潰れもありません。箱の裏にはシリアルナンバーと型番TB321FU CN 中国語版。中古品ではなさそうに見えますが、何かが剥がされた跡がありますね。正規品で何か剥がす必要があったのでしょうか。レノボとシールしてありますが、これ本物かな？すでに怪しさ満点ですが、オープン。普通。
に見えますね、今のところ。本体は後ほど。付属品を見ていきます。まずは大きい箱の方から。何やら紙が出てきましたが、中身はすべて中国語ですね。こちらも私が読めるのはレノボくらいですね。本当にグローバル版なのでしょうか。そして USB ケーブルタイプ C2C ですね。端子が赤ということは USB3.1 か3.2 対応でしょうか。大きい箱は以上です。続いて小さい箱。充電器が入っていました。出力は最大で 68.2W と書かれています。なかなかのものですね。先ほどの変換プラグはこれに使うものですね。小さい箱は以上なので、内容物はこれで全部です。では本体見ていきます。上部にスピーカー、右側面にボリュームボタン、電源ボタン、照度センサーでしょうか、穴がありますね。このタブレットは Wi-Fi モデルなので SIM カードスロットはありません。左側面にタイプ C ポート。おっと、本体下部にもタイプ C ポート、スピーカーがあります。本体背面はカメラがあります。カメラ部は少し突起しているタイプです。サイズは横が 12.9cm、縦 20.8cm、厚さが 8mm ほどです。重量は 351g。さて、保護フィルムとケースは別売りなのでつけていきましょう。まずは保護フィルム。フィルムというかガラスですね。いつになってもこれをつけるときは緊張しますね。まずはクリーニングクロスで拭いて。はい、気泡は特に入らず腫れました。続いてケース。ケースはよくあるタイプのマグネット付きのものです。これははめ込むだけですね。ケースに収納しても男性の手ならギリギリ片手で持てるサイズ感です。では電源を入れてみましょう。一瞬ブートローダーがどうのって画面表示がされたような。アンダのタブレットの起動画面であったっけ。とりあえずこのまま起動してみましょう。お、イングリッシュが選択できるということは素晴らしい。言語選択できます。そして日本語もありました。 Wi-Fi の設定をしてセットアップを進めていきます。セットアップが終わり、ホーム画面ですね。ここまで3分くらいでしょうか。セットアップが終わったのでシステムのアップデートをしていきます。
おや、もう一度。あれ、アップデートできません。これは一体。まあそのうちできるかもしれないので、一旦保留にしてハードウェアのチェックをしていきましょう。ハードウェアのチェックはデバイスインフォというツールを使って。じゃじゃん。あ、また出た。ハードウェアのことなら僕が説明してやるよ。はい。では視聴者の皆さんにも分かりやすく説明してください。 OK だ。まずは CPU から。 CPU はパソコンと同じで頭脳、最も性能を左右する部分だ。これにはスナップドラゴン8というハイエンド機にも搭載されるかなりいい CPU が使われているぞ。ジェンというのはジェネレーション、世代を指していて、世代が新しいものほど性能が上がっていくぞ。よかった。とりあえず CPU は本物みたいですね。次にメモリだ。データを一時的に貯めておく場所で RAM とも言うぞ。容量が大きいほど複数のアプリを同時に開いても動作が重くなりにくく、快適に操作ができるぞ。私が購入したのは 16GB なので、これも大丈夫ですね。それからストレージ。これはデータを長期保存する場所だ。ちなみにこのタブレットは外部 SD カードは使えないから、保存する場所は内部ストレージかクラウドだな。これも 512GB で容量詐欺ではなさそう。主要な性能に偽りなしで、ハードウェアは一安心ですね。それからこれはハードウェアではないけれど USB デバッグモードがオンになっているぞ。これはパソコンとタブレットを USB ケーブルでつないで、コマンド経由でタブレットにいろいろな操作ができてしまうから危険だ。普通買ったばかりでこうなっていることはないぞ。何をやったんだ？私はそんな設定してませんね。ということは最初から怪しい海外製品つかまされたんじゃないか？僕は知らないぞ。じゃまたな。はあ、画面やサウンドの説明も欲しかったのですが、ハードウェアに問題はなさそうですが、デバッグモードとは何でしょう？箱に書かれた CN の意味、そしてアップデートができない原因とは？詳しい方はもうお分かりかと思いますが、次回この謎に迫っていきたいと思います。後編をお楽しみに。